いうことで、今治大学今回はですね、東京都知事の案の都知事じゃない。まだそうか。まだって3年後でしたっけ？はい前回ね落選いたしました。安野さん、実はこれ某公共放送 NHK のスイッチインタビューみたいにちょっと今度スイッチしてお話しする、でそれの別バージョンは安野さんの YouTube で公開させていただきます。でそこでなんかちょっと AI と脳の関係いろいろ、そうもうちょっと茂木先生に脳について、これあと AI について楽しみですよね。どう考えておられるのかすごい聞きたかった。まだでも本当に 1% 得票したってすごくないですか？そうですね。1% 実際超えてますよね。得票率自体は 2.4% ぐらいで、まあその有権者の 1%。手応えありましたよね。手応えありましたね、やはり。安野さんといえばもちろん東大の松尾研という今や東大よりも時価総額が多いんじゃないかっていう研究室の出身で、もともとだからスタートアップを2社作って、成功されてるじゃないですか。成功っていうかまあその途上ではありますけど、そしてしかもSF 作家でもあるということで、その前に開成の受験にも成功されてるし成功してるのかどうかわからないですけど、素敵な奥さんゲットも成功されてますし今までほとんどだからクリエイター人生広く捉えて、成功ばっかりしてるようにも我々から見えるんですけど、ちょっとこの番組当番組やっぱりちょっと、そこら辺かってことで、今までの人生の最大の失敗って何ですか？M1 グランプリは2回戦敗退。だって2回戦行ってまたすいません忘れました、それ言うのもM1 グランプリも1回戦突破してますもんね。1回戦は突破しました。でもあれね、2回戦もめっちゃ受けたんですよ、正直。なんでダメだったんですか？前後のこの組10組くらいの中で一番受けたんですけどダメでした。忖度ですか？やっぱね、ロボットのガラスの天井があってやっぱりいけなかったんですよ。それ超えたいですね。ロボットは3回戦はまかりならんという感じだったんだと思います。別にフジテレビの暗部に触れたとかそういうんじゃないですよねネタで。そういうんじゃないですよね。そういうことないです。そうですか。本当に失敗ないんですか？今まで。失敗無限にありますよ。例えばどんなことですか？でも例えばそれこそ授業でこのアイディアめっちゃいけるやろうと思ってダメだったのがある。ダメだったのとかは無数にありますね。例えば差し支えない範囲でどういうのがダメですか？差し支えない範囲で最近去年の1月頃にプロトタイプ作ったのは漫画のコマ検索データベースみたいなの作ってましたよ。すごいマニアック。それ面白そうですけどね。まさに今 VLM があるじゃないですか。そのビジョンを分かるようになった LLM が当時出てきていて、そうすると各コマごとにどのキャラクターがどういう状況なのかっていうのをデータベース化できるんですよ。いけそうですよね。でそうすると例えばその当時僕漫画描けないかなと思ってちょっと模索してたんですけど、こういうコマを漫画も描こうとしてたんですか？漫画描けないかなと思ってやってたんですけど、VLM でじゃなくてその自分で自分と画像生成 AI の組み合わせでいけるんじゃないかと思っていろいろやったりして16ページくらいの漫画作って集英社に持ち込んで、集英社持ち込んだ？集英社持ち込みましたよ。それどうでした？冷ややかな反応を受けそれいつ？去年？それ2023年かな。2年だから都知事選で知名度が爆上げした後だったらいけたかもしれない。いやそんなことないですけど。冷ややかでした。冷ややかな。まだ君のこのネームじゃダメだねみたいな。皆さんネームってね漫画の一番根幹に関わるところなんですけど、じゃあ一応漫画作家としては挫折した。挫折ですよ。そうですか。ちょっとね遡りたいんですけど、まず開成中高、この受験はもうごく普通に受かっちゃった感じなんですか？ごく普通によく普通にサピックスに打ち込まれて、であれなんかよく分かってない、まだ自意識も芽生えてない感じでシューッと受かったと。受かっちゃったんですね。で東大も普通にシュッと受かっちゃって、東大は高3くらいまであんまり勉強しなかったのでやべやべと思いながらギリギリ間に合ったみたいな感じでした。もう本当にこの時点でね視聴者が離れていく音が私たちに関係ないわみたいな。で松尾研行かれて、松尾研って今やもうブランド化しちゃってますけど、安野さんが松尾研行かれた時というのは松尾さんの職名は何でした？も
もう教授になってました？準だったかな。まだ准教授の時だった気がしますね。だから今ほどの知名度があるわけじゃないじゃないですか。今ほどの知名度ではないです。本当に知る人ぞ知る存在みたいな。そうですよね。松尾研を志望されたのはどうして？いやもういろんなその先生の話聞いたんですけど、明らかに話が面白いし、見えてもなんかその何が面白いかっていうと、その大体の情報系の研究の方ってその情報の話しかしないんですけど、松尾先生はそこと例えばスタートアップを絡めたりとか、マクロの経済とか社会とかも含めた上で今の AI とか機械学習ってこうなんだみたいなかなり広い視座を持たれていてですね、そのミックスがあるっていうのはすごい面白いなと思いました。先日某公共放送で東大のねドキュメンタリー流れていて、岐路に立つ。そうですね。で松尾さんまさにそのこのスタンフォードの経験がね、そうですね、すごい大きかったっていう。客員研究員についてられてって、どうですか。その松尾研周りだけ東大でスタンフォードっぽいのかな。ある意味ではそうだと思ってて、やっぱ松尾先生もそこでの経験を生かして、その松尾研修編エコシステム作りを意図的にやってったと思うんですよね。でそうすると2つ派閥があって、派閥というとあれですけど仲いいんですけど、起業家にどんどんなっていく卒業生と研究者になっていく卒業生が両方とも同じ研究室の同じ家庭から生まれてっていると。でここがうまく人材管理をしていくっていう、それまさかスタンフォードで起こってることですよね。まさにスタンフォードモデルを意図的に東大内で再現しようとしたんだと思います。で安野さんはその松尾研行ってどの時点で自分もスタートアップやろうと思ったんですか？最初から？私結構最初からスタートアップやりたいなと思ってて、でその松尾研の当時もちょっと1年休学させてくださいっつって、サンフランシスコに1年インターンしに行ったりして、実際にその松尾先生が見ていたらしいシリコンバレー周辺がどうなっているのかっていうのを見てたりとかしました。我々の大学はイマジン大学っていうんですけど、ちょっとまだ弱小でございましてですね、東京大学こんな秘密基地がそうですね、今東京ドーム1個分ぐらいのキャンパスでお話してますけど、片隅で東京大学のちょっとイメージがね変わってきてる気がするんですけど、なんかかつてはなんか法学部とかがやっぱり官僚のなんか養成としてね、最近やっぱり経済の学部もかなり元気だし、そしてなんといっても松尾研あたり、どうですか、その世間から見る東大のイメージがちょっとまた変わってきてる感じするんですけど、まさにその変革期にいらしたんですよね。そうですね。私のいた頃ってスタートアップって、色物というか、なんでそんな色物みたいだった。色物ですよね。だったんですけど、今って別にある種普通の選択肢になってるってことですよね。スタートアップ行きますってあるんで、この10年でそこは本当に変わったと思います。これおそらく視聴者一番聞きたい話だと思うんですけど、やっぱりスタートアップで成功するためにはちょっと余裕こいて開成受かって高3までサボってたとか言いながら追い込みで東大入っちゃえるぐらいの頭脳がないとスタートアップってできないんですか？いや全くそんなことはないです。そんなことない？全くそんなことないです。どういうことですか？めちゃめちゃ成功されてるスタートアップの方で、別にね、そんなに賢くない人がいるってこと？学歴、いや賢さはいるんですか？賢さは結構いると思う。どういう賢さがいるんですか？環境に急速に適応するみたいな賢さがあると思います。キーワード出ましたね。それどういうことですか？というのはスタートアップってそもそも誰もやったことないゲームなわけですよ。その市場の中で初めてうちの会社がそのチャレンジしますっていうゲームなわけで、なんか先人のベンチマークを取って同じようにやればいいっていうそういうゲームとはやっぱ違うわけですよ、ね。でもさ、世間にイメージする東大生ってまさにその今までの既存のベンチマークの中で卓越するのが得意な人ってイメージじゃない？そうなんで、だから東大生とかは全然ダメなわけですよ。普通はね、そこどうやってモデルってか安野さんはじゃあもともとはみ出してたってこと？だから当時その官僚行く人たちとかとはやっぱちょっとマインドセットは違ったっていうことだと。官僚行く人はね、公務員試験いい成績受かるっていうゲームだから。とか大企業行く人とかとはマインドセットは違った。この時点ですごく大事なの。じゃあ東大に普通に受験で秀才で行くっていうゲームとスタートアップのゲームはそもそも違うってこと？全く違うゲームですよ。ので、そのゲームのルール自体がよく分かんないんですよ。そうかそうか、ないもんねゲームのルールね。ゲームのルール分かんないんで、ゲームのルール分かんない中でいろいろ試してってうまくいくところに急速に適応していく、そういうゲームだと思う。安野さんは最初からそれがあったんですか？僕なんかゲーム好きなんですよ。
ちょっとそもそもに戻りますが、ゲームっていわゆるゲームがいわゆるゲームも好きです。ビデオゲームみたいなのも好きですし。どういうのやってきましたか？でもね本当にファイナルファンタジー。ファイナルファンタジーね。もうコテコテのメタルギアソリッドっていうメタルギアソリッドめちゃめちゃ好きな。それ改正中高の時もやってた？改正中高の時にやってましたね。あ、そう。はい。でそれ以外にもゲームが好きなの？いわゆる広く見た時のゲームみたいなのはすごいが好きで、はい、じゃあモデルチェンジしたっていうよりも最初からもうその急速に新しい環境に適応するってのは得意だったとは思いますね。なんか振り返ってみると、僕小学生の時にめちゃめちゃ転校してるんですよ。あ、そうか。親が転勤が結構、じゃあ新しい学校行って新しい友達とか、それに適応、だから不確実性を与えられ続けてきてたんで、なんかある意味それに適応したのかなと思います。ご覧の、子育て中の皆さん、どんどん転校しましょう。まあというわけでもないかもしれないんですけど、そうですか。でまあその後その都知事選への挑戦ってことになるんですけど、これねデジタル民主主義とか、まあ、ブロードリスニング、これ別の動画でもお話になってると思うんですけど、どうですか？まず何が一番面白いんですかね？何が一番デジタル民主主義っていうかブロード、面白さで言うと、私はそのスタートアップの時もそうなんですけど、でかい問題解くの楽しいなっていうのがあります。で今世界のでかい問題の一つが民主主義の機能不全だと思ってます。それはいろんなところで起こってますよね。ですよね。で、そもそも難しい問題だと思うんですよ。その大量のね、例えば日本でだけで1億2,000万人いる中で、1億2,000万人が別々のことを考えてるのに、この人たちの考えを集約して意思決定をしていかないといけない。でこの意思決定のやり方っていうのがやっぱ効果的にならないというか、効果的に効率的にならないといけないと思ってて、でそのやり方をまだ人類発見してないと思うんですよ。結論なんかね、これがね4万人以下くらいの町とかだと、市とかだと割とその人々の声を聞きながらいろんな施策打っててる感覚があるっていう職員の方とか、首長の方とかいらっしゃるんですけど、なんか4万人くらい超えてくると急速になんかうまくいってるのかよく分かんない気持ちでやってるみたいな、なんとなくやってるみたいなことをおっしゃる方が多くなってきて、なんかこの辺が敷地でそれ以上のコミュニティで効果的に意思決定するやり方はまだ見つけられてない。でもデジタルテクノロジーがあれば、これ政治ってその情報の交換ではあるので、すごく広く見るとその情報の交換のプラットフォームはもうできてきているので、それをうまく使えば実はこれができるようになるかもしれないっていう、そういう時期にやりたい。非常にエキサイティングな時期に来てるってことですね。だと思います。最近のご著書ですね、1% からの革命。はい、1% の革命。1% の革命。これはあれですよね。1% っていうのはまさに都知事選でご本人、ご自身が捉えた有権者に対する得票ってことだと思うんですけども、これねとても面白く拝読しました。ありがとうございます。とても面白かったんですね。でやっぱり今我々すごくなんか不満に感じていることがあると、政治に対して、そこを突破するテクノロジーの可能性があると。でまだ完成してるわけじゃないんですよね。そうですね。まだまだ試行錯誤がいろいろ必要だと思います。で台湾の対談もされてるオードリー・タンさんなんかもそこら辺取り込まれてる。はい、まさにオードリーさんはもう2015年くらいからずっとちゃんとね政府の中に入っていっていろんな試行錯誤をされてて、私も先週実は台湾行ってきたんですよ。台湾にどれくらいそのデジタル民主主義的なことはうまくいってるんだろう。どうでした？すごいまず結果出してます。この8年でものすごいいろんなことが起きてるんですけど、ただ一方で思ったのはいいことだけじゃなくてですよ、思ったのはこの 2,3 年ちょっと失速気味だなっていうのもあるんです。なんでですか？なんでかっていうと、これを支えていたスタープレイヤーたちが徐々に離れてしまった。それによってそれはですねいくつか理由があって、例えばオードリーさんも去年デジタル大臣辞められているのはこれは政権交代ですよね。だし他にもちょっと燃え尽き症候群みたいな人がいてですね、いくつかキープレイヤーの人が抜けるとその瞬間になんかうまくいかなくなっていくとか、そういうことが起きてしまっていて、まだまだその先行してって学ぶべきところたくさんあるんだけれども、俗人的な仕組みではまだで、これをもうちょっと俗人化を排した仕組みでバージョンアップしたものを日本に持ってこれないかっていうのを考えています。本当にデジタル民主主義とかブロードリスニング僕すごく賛成なんですけど、あえてね悪魔の代理人の立場でちょっとおそらく皆さんが思ってらっしゃることをお聞きしたいと思うんですけど、まずはポピュリズムとの問題ですよね。だからそのデジタル民主主義ってポピュリズムになっちゃうんじゃないかっていう
懸念があると思うんですが、終具ステージですよね。はい、そのあたりはどうですか？はい、あると思います。あると思ってて、なので私の提案はいきなりその例えば直接民主的に、この提案をする人が 50% 以上多かったからもうこの論点についてはこっちにしましょうみたいなことをしないべきだと思ってます。ああ、そうですか。はい、ので今のその意思決定者、首長であるとか議会みたいなものはあくまで存続させた上で、その人たちにどういうふうに情報が入るのかをちょっとずつ変えていくっていう。なるほど。まず一歩目はそこかなと思ってますね。間接民主主義のシステムを根こそぎから変えちゃうっていうよりは、はい、そこにちょっとオーギュメントしていくっていう感じなんですね。そうですね。そうですね。その AI ってモデレーションするのが非常に不得意ってことが経験的にも言われてたの、昨年かな発売された AI スネークオイルっていう本の中でもモデレーションは不可能だと。人間っていろいろ裏書いてるから隠語使ったりとかするから、そのソーシャルメディアもそうなんですけど、その悪意を持ってそのブロードリスニングのプラットフォームを乗っ取ろうとしたり、そういう方ってどうしても技術的にも避けるの難しいと思うんですが、そのあたりはどうですか？私はここも2つあると思ってて、1つ目は本当にモデレーションが不得意なのかは僕まだ分かんないと思ってます。まだ分かんない。オープンクエスチョン。オープンクエスチョンだと思ってて、去年の11月くらいに出た面白い MIT かな、スタンフォードかの論文があって、それ何かっていうとディープマインドだ。ディープマインド社の論文があって、それはハーバーマスマシンと呼ばれる論文なんですけど、あれネイチャーだっけ、なんかサイエンスだっけ、どっかあって出たよね。出たね。これ何かというと、複数のステークホルダーがいる中で、そういった交渉事をして合意しないといけない時に、人間が間に入って調停案を書いて調停するっていう、やり方があって、それを AI に変えたら AI の方が実はきめ細かい調停ができてみんなが合意する幅が増えたっていう話なんですよ。これいわゆる AI モデレーターだと思ってて、これね実はこの 2,3 ヶ月くらい、O1 シリーズとか O3 シリーズとか、あとはそのソネットのエージェンティックな能力を持ってるやつが出てきてますけど、実はこの 2,3 ヶ月くらいで結構そういった能力獲得までの敷地を超え始めてるんじゃないかと思ってて、なので実は2025年はいけるかもしれないと思います。なるほど。そしてちょっとまた裏の話なんですけど、なんか要するにデジタル監視社会的なビジョン、だもうずっといろんな、それこそオーウェルとかいろんな人がそのディストピアってのはその AI が隅々まで行き届いた社会だっていうビジョンを描いてるじゃないですか。だからデジタル民主主義っていうのは逆に言うとみんなが政治にアクセスできる、逆にみんながモニターされてる社会になりかねないっていう懸念はどうですか？そこもめちゃめちゃいいポイントだと思ってて、これ何かっていうと、権力がどれくらい集中すべきか問題だと思うんですよ。でテクノロジーって2つの側面があって、権力を集中させる方向のテクノロジーもある。例えばAI とかは多分そうだと思うんですよね。オープン AI 社とかビッグテックが力を持つ方向のテクノロジーがある。で一方で個人が権力を持つテクノロジーもあって、ビットコインとかそうなんですよね。国家の介入をいくら頑張ろうとしても送金できちゃうとか、そういう両極端な力が。安野さんなんかサトシ仲本知ってるっていう噂知らない。知ってたらねちょっとビットコイン分けてくれっつって。ごめんなさい。だから両方あって、両方あって、でどっちがいいのかっていうよりかはその真ん中を狙っていくべきだと思うんですよね。そのこっちに働く力、こっちに働く力の真ん中を乗りこなして、ここら辺にしていこうっていう社会的な合意を取るのが、デジタル民主主義だと思うので。そういう意味ではその権力が集中しすぎないようにするためにもこういったテクノロジーをも使っていきながら合意を取っていくのが大事だと思います。直近だとね、アメリカにおいて特にトランプ政権になってですね、できたばっかりですけど非常にビッグテックの人たちが仲良くすり寄っていって、もう出てますよね。で国家と AI の結びつきってもともとね中国みたいな国はそれが強いんですけど、アメリカもそうなってきてるって、あたりの動きがどうご覧になってます？いや非常に面白いなと思うんですけど、ある意味それはそうだなとも思ってて、本来それは自然なことだと。つまり中国みたいな権威主義国家がめちゃめちゃ AI を使い倒そうとしている中で、逆に民主主義国家もそういうのを使い倒していかないと、そもそもここの競争に負けてしまうだろうっていうのがあるんですよね。のである意味そのある権威主義民主主義の戦いの中で両方同じような行動をするっていうのは分かるっちゃ分かる。
この収録をしているまさにこの日の2日前だったかな、ディープシークの衝撃というか、ある意味では、まあ、スプートニクショックみたいなもんだと思うんですけど、その中国発の、まあ、AI がいきなり、ベンチマークでねボンと出してきたっていう、あのあたりどうですか？いや、あれもすごい話ですよね。まあでもそういうのあり得るんだろうなとは思います。むしろまあ日本勢でも、できたくらいの投資額だったんで、あれが不思議ですよね。750億円くらいだったかでそんな安くできたとかね。もっと必要だろうってみんな思ってたけど、実はあれくらいでできた。でまあ、その背景にはね、例えばチャット GPT の本当は使っちゃいけないであろうその出力をトレーニングデータにしてたとか、そういうちょっとお行儀の悪いところは多分あるので、そういう意味で日本で真似できたかどうかわかんないですけど、まあ、少なくともキャッチアップは意外と楽にできる可能性があるぞということが分かったってことだと思います。ただフロンティアモデルのその本当に最先端があのやり方で作れるのかどうかはまだ分かんない。分かんないですよね。そうだよな。だから僕本当になんかそういう意味で言うと本当にエキサイティングな時代になってると思うんですけど、一方でね、その AI でも何でもバタフライエフェクトとかあるんで、未来予測ってほとんど無理っていうことで、だからあれですよね、2,3 年後の日本がどうなってるかとか世界がどうなってるかって分かります？分かんないですよね。分かんないですよね。分かんないですよね。マジで分かんないです。そうなってくるとちょっとまた政治の方に戻るんですけど、政治家ってよくビジョン語るじゃないですか。こういうふうにしますとか言って。あれ大体みんな当てにならないよなとか思ってるんだけど、実際に当てにならないじゃないですか。その政治家の語る言葉ってどうあるべきだと思います？政治家が語る言葉で言うと、僕が思うのは自分めっちゃ正しい感を出しすぎじゃないかって思って。今までの政治家はね。そうで僕とかは、まあ、正直未来どうなるかよく分かんないし、その自分が見えてる世界にも限界があると思うんですよ。ので、まあ、多分間違ってると思うけど現時点ではこう思いますっていうのを言うっていうのが大事だと思ってて、でその上でいや違うよって言われるフィードバックをいかにうまく広く拾って回収して自分の思考を進化させていくかの、その進化フィードバックの方が非常に大事だと思うんですよ。最初に出す初期仮説よりそこのバランスちょっと崩れてないっていうのは思ったりします。そうだよね。いや僕やっぱりそのリベラルの凋落というか、そのウォークカルチャーの評判の悪くなってきてるのって、これなんかおそらくなんか単に右派がまあなんか盛り返してきてるというのではない構造上の問題があると思うんですけど、あなた安野さんどう見てるんですか？そうですね、まあ僕はこの循環するなんかこう流れの中の大きな流れの一つなのかなというふうに見てるんですけど、ちなみにそれはどういう？いや僕だからその現実に誰もまだ名前付けられてない気がするんですよ。だからすごく面白いなと思って、だから2期目のトランプ政権は明らかに1期目とはなんか違う。だからそれはまあだからガーファムの人たちがもう出てるっていうことをなんか揶揄する人もいるんだけど、なんかリアリティがなんか違う感じするんですよね。でもそれは分かりますね。そのシリコンバレーみたいなところって昔は本当にね、民主党系がほとんどで、トランプ支持者っていうのをこう主張してた表明してたピーター・ティールとかが本当叩かれまくった。ちょっとどっちか仲間外れでしたね。仲間外れだった。2016年当時はそうだったと思うんですけど、2024年はちょっと違ってたと思いますね。のでまあなんかそこら辺の潮目が変わってるっていうのはおっしゃる通りだと思います。ね。そういう意味においては、まあ、安藤さんほら今東京都の、あれ顧問何でしたっけ？ですね、ガブテック東京っていう東京都の外郭団体のアドバイザー、この外の外みたいなところであるんですけど、小雪恵理子さんのいとこみたいな立場いとこよりはちょっと遠いんだと思うんですけど、4親等くらい、まあそういう意味においては東京都の政策にもまあそういう形で間接的にはってことなんですけど、これ当然アメリカの動きって日本にも来ると思うんですけど、どうなりますかね、日本の政治環境ってのは。政治環境は正直分かんない。分かんないです。どうなるか分からないんですけど、少なくとも今孫さんが75兆円を孫正義すごいね、あの人ぶち込むっていうのを出してるじゃないですか。どうよ孫さん。いやあれができるその人っているんだと思って、今までだってああいうね巨額の資金引っ張るガーファができるかなみたいな感じだったわけですけど、突然日本のソフトバンク、しかもだってトランプが呼んだ3人の中にさ、そう
サム・アルトマンとさエリソンの横にいるわけだからちょっとすごくない？ちょっとすごいんですよ、あれは。でスターゲートプロジェクトっていう、その75兆円プロジェクトがあって4年で75兆円なんですよ。でこの規模ってマンハッタン計画と完全に一緒で、アメリカの GDP の 2% を一つのプロジェクトにぶち込んでる。で少なくともそれくらいのことができてるっていう中で、あともう一個重要なのが GPU の輸出規制の話だと思ってます。でこれアメリカがいろんな国をですねティア1からティア4くらいまで分けてて、GPU を輸出できる量みたいなのが無制限の国とそうじゃない国、ここまでしか輸出できませんよって国を色分けしてて、日本はティア1に入ってるんですよ。っていうこの大量のお金が AI に流れている。で実は GPU においては日本はかなりティア1のいい位置にいるっていう、この状況をレバレッジする余地っていうのが日本の政治家にもあると思ってて、そうだよね。それを前提にした外交戦略とかを立てていかないといけないというふうには思います。だから急速にだからその本当に政治、国際政治と AI とか情報テックとか結びついてるじゃないですか。ど真ん中になってきました。ここを担える人材が出てこないとダメですよね。そうなんですよ。だけどやっぱりその LLM とは何かとか、そのエージェンティック AI が何ができるかっていうのを裸持ってらっしゃる政治家の方ってまだそんないらっしゃらないですよね。なのでそこはもっと増えるといいなと思ってます。ちょっと東京大学に戻るんですけど、だからいわゆる法学部の官僚とか政治家を作ってきた学部、と松尾研的なものとのこのシナジー作んないとダメってことだよね、これ。それもそうですね。なのである意味これからの例えば分一的なですね法学部的な社会がどうあるべきかみたいなのを考える人たちは少なくともその社会の中にテクノロジーがめちゃめちゃなボリューム含まれているので、テクノロジーがどういうものでどう使えるのかっていうことを分かった上で制度設計していった方がいいんですよ。なんだけどちょっとそこのカリキュラムが若干離れてるっていうのは、こうねブリッジしたいですよね。そうだよな。ところでね、安野さんといえば SF 作家でもあると、SF 作家協会、SF 作家クラブの会員なんですよね。毎年納めております。会費をね。でなんだっけ、コンティニュアスインテグレーションだったっけ、っていうのが一番最初に書いた短編小説。星新一の星新一賞をねいただいたっていう。あれ読んだんですけど、本当ですか？嬉しい。面白い。ありがとうございます。ちょっとネタバレになるんで、全然言っていただいてもいいですよ。だけどあれはもともとテックカンパニーのやり口なんでしょ。コンティニュアスインテグレーションって、ちょっと視聴者に説明していただいてよろしいですか。コンティニュアスインテグレーションっていうのは、ソフトウェアを継続的に改善するために必要なシステムみたいなもので。ソフトウェア業界って今までウォーターフォール型の開発をしてた。これ何かっていうと1年に1回めちゃめちゃ大きいバージョンアップをしましょう、でそのために頑張りましょうっていうやり方だったんですよ。でもウェブ以降でいうとアジャイル型の開発っていうのになって1日に100回バージョンアップしましょうっていう、そこのパラダイムが変わったんですよね。で今まで1年に1回だったのが1日に100回になるともう全然必要なソフトウェアっていうのが変わってきて、徐々にすぐに差分というかバージョンアップしたものを検証して実際にサーバーに送り込んでっていうのをどんどん継続的にやらないといけない、それがコンティニュアスインテグレーションっていう考え方ですね。ってことは安野さんも人間としてコンティニュアスインテグレーションされてるってことですか？そうです。割と僕ウォーターフォールというよりかコンティニュアスインテグレーション。1日何回ぐらいバージョンアップしてる？1日でも 1,2 回ですかね。でもねなんかすごい遠大な計画を立ててというよりかは、こうその場で出てくる情報となんか大体の方向を見て、こっちに動かした方がいいとか、そういうのを切り替えてってるイメージです。このねイマジン大学は本当に人間みんなクリエイターっていうのが、そうなんです。モットーなんですけど、安野さんみたいにクリエイティブになるにはどうすればいいんですか？いや僕がクリエイティブかどうかわかんないですけど、でも AI がこういろいろ知的労働をどんどんできるようになっていく中で、クリエイティビティみたいなものっていうのは、人間がやってて楽しいですし、何よりですね、すごい重要な能力というか、だと思うので、そこは本当にみんなクリエイターっていうのは、そこを目指すのはすごい大事だと思いますよ。改めてちょっとイマジン大学の受講生に僕みたいになんかそんなにもう勉強もできてもなんかすごくなんか発想も恵まれてないかもしれないけど君たちだってこういうことできるよみたいななんかありませんか？どういうことをやればいいですか？
アドバイス。でも私は今ほど、なんか個人が思いつきを実際に実装しやすくなっている時代って来てない、もう今までなかったと思うんですよ。だって、例えば AI をうまく使いこなせればですよ、今まで10人のチームを作れなければ10人口説かなければ作れなかったようなゲームとかアプリケーションを作れるようになってきてるわけですよね。だし、それこそ画像生成 AI、映像生成 AI とか、いろんなクリエイティブを支援するツールっていうのは出始めてきていて、でそれをうまく使いこなすことで発想さえあれば作品を作ったりアプリケーションを作ったりいろいろできるようになってきてるので、楽しい時代だと思うんですけどね。だよね。ということは本当それぞれの現場でだから新しい環境に適応するってことは大事だとおっしゃいましたけど、新しい環境ってそれぞれ一つじゃないもんね。みんな違うはずだから。そうだと思います。だから自分の周りのてか自分の置かれた環境に一生懸命適応すればいいってことはね。なんか AI も使って。ができるし、あともう一つ言うと、この環境を変えるっていう力も環境を選ぶっていう力もあると思うんですよ。つまり働く会社を変えてみるであるとか、働く街を変えてみるとかっていうのは今までよりもやりやすくなっていると思うので、そういう意味でも環境を変えてみてもいいし、環境に適応してもいいし、で一人でできることも増えてるんだとすると、本当に考え次第でいくらでも人生いろんなところに行ける、そういう時代だと思うんですよ。ありがとうございます。今ね、本当いろいろ安野さんに伺ってきました。イマジン大学のね、AI 担当の教授に就任ということで、本当ありがとうございます。皆さんこれからも安野さんがいろいろお話ししてくださると思うので、引き続きイマジン大学よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。後半おそらくAI と脳のでに絞りません、次の。いいですよ。僕もそれ聞きたかった。安野さん実はこれ某公共放送 NHK のスイッチインタビューみたいにちょっと今度スイッチしてお話しする、でそれの別バージョンは安野さんの YouTube で公開させていただきます。でそこでなんかちょっと AI と脳の関係いろいろ、もうちょっと茂木先生に脳について、あと AI について楽しみですよね。どう考えておられるのかすごい聞きたかった。ちょっとティーザーじゃないんですけど、安野さんは AI と脳ってざっくり言うとどういう？ざっくり言うと同じだと思ってますね。来たな。俺はね脳とかなり違うと思う。いいですね。じゃあちょっとそれをどうなるかな。それをちょっと聞けるといいと思います。楽しみですね。安野さんの YouTube の方も見てくださいね。なんていうんだっけ YouTube の公式名前は。YouTube 公式名前は安野貴弘の自由研究チャンネルっていうのを立ち上げております。ぜひ皆さん、そちらに登録もしてね。登録もぜひお願いします。お願いします。